はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、2020年6月に発表と噂されている RAV4 のプラグインハイブリッドモデル RAV4PHV の情報を入手したので、続報をお届けしたいと思います。以前にもね、1回ね、動画にまとめていますので、そちらまだ見てない方は合わせて見ていただければと思います。下の詳細欄にリンク貼ってありますんでね。で、今回は新たに判明した RAV4PHV の燃費やスペック、グレードごとの装備など最新情報をまとめます。まずはね、そもそも RAV4PHV ってどんな車っていうところなんですけれども、2019年に発売された RAV4 ではですね、 2.5 リッターハイブリッドと2リッターガソリンモデルがラインナップされていました。私もね、2リッターガソリンモデルの GZ パッケージを買っていたんですけれども、先日ね売却しました。で、今回発表された RAV4PHV は 2.5 リッターのプラグインハイブリッドとなっています。プラグインハイブリッドって何かっていうと、電源からね、コンセントみたいなのでジャコンと挿すとバッテリーに充電ができる、ハイブリッドとなっています。なので、普通にね、ハイブリッドとしても走ることができるし、充電されている状態だったらモーターだけで、結構な距離を走ることができるっていうのが、プラグインハイブリッドの、メリットになっています。RAV4 のハイブリッド車と同じですね、 2.5 リッターのダイナミックフォースエンジンを搭載しながらも、新開発の大容量リチウムイオンバッテリーやモーターの大容量化をはじめ、高出力を可能にする新たなプラグインハイブリッドシステムにより、システム出力は RAV4 ハイブリッド車の222馬力 163kW を大幅に上回るクラストップレベルの306馬力と 225kW を達成しています。で、その加速性能が驚きなんですけれども、0から60マイル、0100までいかないまでも096ぐらいまでの加速において 5.8 秒と、RAV4 のハイブリッド車は 7.8 秒に比べると2秒以上短縮しているなど、パワフルな走行を実現しているそうです。で、0100がね約 5.8 秒っていうことはね、ホンダのシビックタイプ R が0100 5.7 秒なんで、それと大差ないレベルっていうことなんでね、 SUV としてはそんだけ速ければねすごいんじゃないかと思います。またね、RAV4 ハイブリッドではニッケル水素バッテリーだったんですけれども、今回の PHV の方はリチウムイオンバッテリーになっています。これはね、小スペース性に優れているということで、これを床下に搭載することで、通常の RAV4 と同様の室内空間を確保するとともに、低重心化により走行安定性が向上しているということですね。で、さらにね、バッテリーの総電力量はプリウス PHV の 8.8kWh に対し2倍以上となる 18.1kWh と、これはアウトランダー PHV の 13.8kWh をも上回るね大容量ですね。で、これによって EV のみでの航続可能距離はですね約 95km を実現しているっていうことですね。で、以前のプレスリリースでは航続可能距離は 62km と記載されていたんですが、それよりさらに伸ばしてきていますね。で、これだけね EV で走ることができたら、日常ユースとかはねほぼエンジンかからずに EV だけでこなすことができそうですね。ちなみにプリウス PHV の EV 走行は 68.2km しか走れなかったので、さらにねアウトランダー PHV は 57.6km しか走れなかったので、RAV4PHV はね約 95km 走れるっていうことなんでね、大幅に EV 走行できる距離が伸びているというのが特徴ですね。95km も走れるなら日常走行のほとんどを EV 走行でこなすことも可能ですけれども、もしね充電が切れてしまってもピュア EV とは異なってエンジンで発電しながら普通のハイブリッドカーと同様に走ることもできるので、このね RAV4PHV はそういった面でもね安心感がありますよね。その際、ハイブリッドカーとして走った場合の燃費もリッター 21.8km とかなり優秀です。これはノーマル RAV4 ハイブリッドの E4 の 20.6km と比較しても優れていますよね。ちなみにアウトランダー PHEV では 16.4km となります。さらに大容量バッテリーのメリットを生かして災害時にはね駆動用電池として蓄えた電力を最大 1500W の出力で家電などへ供給できるね外部給電機能も搭載していると。昨今ね地震や台風など自然災害で避難所生活を余儀なくされているっていうこともありますので、そういった時にもね転ばぬ先の杖としてインフラになり得る車になっているっていうのはね便利だと思います。で、駆動方式は RAV4 のハイブリッド車と同様に E4、電気式の4駆システムを採用し RAV4 ならではの走破性を継承しています。続いて、こちら新情報になりますが RAV4PHV の、グレード展開ですね。で、RAV4PHV は全て E4 という電気式の4駆となります。で、グレード展開はシンプルな小畜梅展開となっていて、上からブラックトーン、GZ、
G という、3グレードで展開しています。でこちらのね写真がですね上位グレードのブラックトーンという、グレードになると思います。そしてですねラブ4 PHV のグレード別の装備も見てみたいと思います。まずベースグレード G の主要装備なんですけれども、こちらはねラブ4ハイブリッドの G に準拠している装備がついていますね。18インチタイヤ&ホイール、トレイルモード、ドライブモードセレクト、電動パーキングブレーキとブレーキホールド、バネ上制振制御、フロントバンパーツヤありブラック塗装で、バンパーロアモール金属調塗装、フロントグリルツヤありブラック塗装、リアスキッドプレートツヤありブラック塗装、この辺はね、ブラック塗装のツヤありになってるっていうね、ラブ4 PHV の専用の装備ですね。それ以外でトピックになりそうなのはですね LED デイライトとか、あとはですね、補助ミラー、耳たぶミラーがついちゃうっていうところですね。でそれ以外では、鉱石のシートヒーターが、新たに新設されていますね。そして、9インチのディスプレイオーディオが今回の PHV には標準装着となると。でアクセサリーコンセント、1500W のコンセント、あとビークルパワーコネクター付き、これ家電に供給するシステムですねなどが、ベースグレードの G にも、標準装備となっています。ベースグレードとはいえねノーマルラブ4の中間グレード G 相当の装備がついていると、さらにプラスされて今言ったね赤字になっているところなどが追加されているって感じですね。で気になっているところとしてはこの LED デイライトですね。でこのヘッドライト内のクリアランスランプにも、この字型のやつですね、これデイライト機能付きと書いてありますが、さらに別にデイライトとあるのがこのね縦型に光る、ライン状に光ってるこれですね。これが、デイライト機能が付いているそうです。これはね、通常のラブ4と差別化をね見た目で測っている上での重要なパーツとなっていると思います。でさらにね見落とせなかったのが鉱石シートヒーターですね。ノーマルのラブ4ではオプションでも選べなかったリアシートヒーターが、PHV では全グレードに標準装備と、価格もねおそらく高くなっていると思いますが、その分装備も、結構充実していそうですね。で見た目の部分ではそのツヤありブラックのエクステリアになること以外はですね、あとデイライトがつくっていうこと以外はホイールはね、ラブ4のハイブリッド G と同じ18インチホイールが装着される模様です。続いて中間グレードの GZ の主要装備なんですけれども、先ほどのベースグレード G の装備に追加してパノラミックビューモニターついに来たって感じですね。ドアミラー足元照明、リアクロストラフィックオートブレーキ、静止物に対するパーキングサポートブレーキ付きですね。でブラインドスポットモニター、合成比較シート赤ステッチ付きで、運転席シートポジションメモリー2個ですね。でなんと助手席4ウェイパワーシートもここに来てようやく装備と。そしてシートベンチレーション、運転席助手席も装備されますと。で運転席シートバックポケット、それ以外もろもろあって、パワーバックドアも装備されるということですね。ラブ4 PHV の中間グレード GZ ではですね、やっぱりねパノラミックビューモニターがここで初めて採用されたということがトピックですね。パノラミックビューモニターはいわゆる360度モニター、アラウンドビューモニターとか言われるやつと同じ、自分の周囲の画像を上から見たような、モニターになるんですけれども、日本仕様のねノーマルのラブ4ではですねパノラミックビューモニターの設定が初期モデルではなかったので、私が買ったのも、耳たぶみたいな補助ミラーが強制装着になっていましたが、このね見た目がダサい上にねこれね運転席から見てもね小さすぎて補助ミラーの中何が映ってるのかわからないっていうねほんと意味なしミラーだったんですけれども、これねようやくこれが外せると。マツダの CX5 やスバルのフォレスターなどではこうしたね補助ミラーはついていなくてですね、全グレードでサイドカメラがですね標準装備となっています。日本の保安基準だと SUV のような大型車は、サイドカメラがない場合はこのようなね補助ミラーが必要みたいなんですけれども、トヨタの場合はパノラミックビューモニターとサイドカメラがセットなので、このパノラミックビューモニターが付けられない車種はこの耳たぶミラーが強制装着となります。私はねこれがダサいから外したかったんですけれども、ノーマルのねラブ4の初期モデルには用意がなかったんで、もうしぶしぶねこれがついた状態になってたんですけれども、やはり後出しでラブ4 PHV の中間グレードからパノラミックビューモニターが、装備されています。これはね初期型オーナー悔しいところですよね。そしてこの中間グレード GZ ではですねシートベンチレーションまで標準装備となっています。このシートベンチレーションとはいわゆるねシートクーラーみたいな感じで、シートについたファンが熱気を吸い込んでくれて夏でもね蒸れない快適なシートなんですけれども、ノーマルラブ4の初期モデルではですねラブ4のアドベンチャーというグレードにのみオプションでシートベンチレーションは用意されていたんですけれども、
RAV4PHV では、中間グレードの GZ 以上に標準装備となります。これも羨ましいですね。さらに、中間グレードの GZ 以上にはですね、助手席の 4way パワーシートも標準装備となります。ノーマル RAV4 ではですね、上位グレードの GZ パッケージにすら、助手席パワーシートがなかったのが不満だったんですけれども、これもね RAV4PHV にとってあったのかということですね。ぐぬぬって感じです。そして最後に上位グレードのブラックトーンという、グレードの主要装備なんですけれども、先ほどの中間グレード GZ の装備に追加して、19インチアルミホイール、そしてツートーンボディカラー、デジタルインナーミラー、雨滴感応式フロントオートワイパー、カラーヘッドアップディスプレイ、ハンズフリーパワーバックドア、全ドアスマートエントリーシステム、イルミネテッドエントリーシステム、置くだけ充電などとなっています。最上級グレードブラックトーンの主要装備ではですね、やっぱりこのね19インチアルミホイールがねこのグレードにしかつかないというのもトピックだと思います。ノーマル RAV4 ではですね、ハイブリッドだと18インチまでしか履けなかったんですけれども、それがね PHV だと19インチまでつけられると、そういうところがねこう上のグレードを買わせようというねうまい戦略だなと思いますけれども、ガソリンモデルの RAV4 ではですね、GZ パッケージとかアドベンチャーには19インチアルミホイールが用意されていたんですけれども、それともまた異なるなんかねかっこいいデザインですよね。でこちらがね、私が乗っていた GZ パッケージの19インチホイールなんですけれども、どっちもねなかなか捨てがたいデザインじゃないかなと思います。でそしてね、ヘッドアップディスプレイですね。これもノーマルの RAV4 にはついてなかった装備なんですけれどもね、海外ではねあったんですけどね、でこれが、PHV には装備されると。でさらに全ドアスマートエントリーシステム、これもねなかったですね。これね、ドアに触れて施錠解錠ができるってやつだったんですけれども、ノーマルの RAV4 ではねフロントドアのみで施錠解錠ができたんですが、PHV だと後席ドアでも施錠解錠ができるようになるということですね。あと細かい変更点ではあるんですけれども、デジタルインナーミラーもノーマル RAV4 の GZ パッケージには標準装備となっていましたが、これがですね 7.6 インチ120ppi のものがついていたんですが、それがですね 9.6 インチの 170ppi と大型化高解像度化されて、夜間の視認性も向上しているということですね。確かに私の GZ パッケージについていましたけれども、なんかね解像度低くてぼんやりしてるし、夜は見づらかったんでほぼ使ってなかったですね。このようにですね RAV4PHV ではですね、ノーマルの RAV4 の不満点がほぼ解消されて発売となります。これはね初期型オーナーがね泣くやつですね。他にもね地味に雨滴感応式ねフロントオートワイパーなんかも初期型モデルにはなかったやつがさらりと入ってきてますね。そして今回新たに分かったところとしては、ナビとかのねコネクテッド系も進化して無料で使える範囲が拡大しているということですね。RAV4PHV ではですね9インチのディスプレイオーディオが全グレードで標準装備となっています。9インチのディスプレイオーディオってねかなり大型ですよね。そして他の車種ではですねディスプレイオーディオでは優勝オプションだったアップルのカープレイとか Android オートが最初から標準で使えるようになっています。これでねほんとナビいらずになっちゃいますね。さらにですね従来の T コネクトナビではですね3年目までしか無償で使えなかったヘルプネットとかですねうっかり通知、ドアロックなどのリモート操作がなんと5年間無料になっています。今まではね4年目以降年間12,000円かかっていたのがですね5年目まで無償っていうのはね結構大きいですよね。ただし地図の自動更新マップオンデマンドのみ3年間無償となっています。さらにですね従来の T コネクトナビではですね3年目まで無償で使えていた人間のオペレーターが目的地を探して設定してくれるオペレーターサービスが有償オプションになります。これはね後ほど詳しく説明します。で今まで3万円くらいのオプション費用がかかっていたカープレイとかね Android オートが無償で使えるようになったことっていうのとね、うっかり通知とかリモート操作とかヘルプネットなどが5年間無償で使えるようになったのは大きいですね。さらにね最近のトヨタのコネクテッド技術の進化によってですねスマホを連動させたリモート操作できる範囲も拡大していて、リモートでですねエアコンまで操作できるようになっています。これによってねデフロスターとかリアウィンドウデフォッガーなどもリモートで操作できるようになるので、冬場の朝などね窓ガラスが凍ってしまっている時などは家の中からねリモートで窓ガラスを溶かして出発できるっていうのはね結構ありがたいかもしれません。ただしですね全グレードディスプレイオーディオに強制装着になってしまうことによるデメリットっていうのも発生します。なんかね一見いいことずくめに思えるんですけれども、実はねデメリットがあるんですよね。まずその一つ目なんですけれども CD と DVD のスロットがないっていうことですね。これはヤリスとか他の車種でもディスプレイオーディオではそうなんですけれども、従来のね T コネクトナビにはあった CD とかを挿入するスロットがありません。
なので CD を聴いたり音楽を取り込んだり DVD を視聴したりができなくなります。一応ヤリスなどでも外付けの CD、DVD プレイヤーがですね4万円以上で用意されていますが、これがね助手席の下に置くタイプなので使い勝手は相当悪いと思います。続いて2番目なんですけれども、地デジチューナーがついてないということですね。これも死活問題っていう人もいるかもしれないんですけれども、テレビが見れないってことですね。今までの T コネクトナビでは地デジチューナーも一緒についてたんですけれども、停車中ならこれでテレビが見れていましたし、テレビキャンセラーとかつければ助手席の方が見ることもできたんですけれども、ディスプレイオーディオだとテレビの視聴ができなくなります。ただしヤリスなどではですねカープレートセットで地デジチューナーが3万円ぐらいのオプションとして用意されていたので、 RAV4PHEV でもおそらく別途費用がかかるかもしれないんですが、オプションで用意される可能性はあります。で次3つ目なんですけれども、オペレーターサービスが有償になります。先ほど少しだけ触れましたが、以前のディーラーオプションの T コネクトナビではですね3年間無償で使えていたマップオンデマンドとかと一緒に使えていたオペレーターサービスっていうのがあったんですけれども、これがね別途有償のオプションになりました。これヤリスとかでもそうなんですけれども、ヘルプネットとマップオンデマンドは無償なんですが、オペレーターサービスやマイカーサーチなどのサービスは年額のオプションとなります。このオペレーターサービスというのはね、人間のオペレーターが目的地の検索とかナビに目的地を送信などをしてくれるやつですね。これすごい便利です。このねオペレーターサービスを使うと走りながらでもねここに行きたいんだけどお願いしますって言えばねナビに目的地を送信してくれますし、場所がねわからなくてお店の名前しかわからなかったとしても検索してね調べてナビに送信してくれるという便利なサービスとなっています。これがね年額3300円からの有償オプションとなります。詳しくはね発売された後ディーラーなどでご確認いただければと思います。で最後に RAV4PHEV の予想価格なんですけれども、まだ発表されてないので何とも言えないんですけれども、以前ね私390万ぐらいかもって言ったんですけど、もうちょっと高くなるかもしれないですね。というのも今回判明したグレード展開が中間グレードの G 相当から始まっているということを考慮するとですね、RAV4 のハイブリッドモデルが 326.1 万円から 388.8 万円なので、このね 388.8 万円が、G というグレードですね。でプリウスとプリウス PHV の価格差が約65万円となっているので、RAV4 と RAV4PHV の価格も65万円ぐらいかかると考えると、RAV4 のハイブリッド中間グレード G が 388.8 万円に65万円を足すと、453万円になるということなんで、大体の概算として RAV4PHV の価格は450万円から500万円ぐらいのレンジになるんじゃないかなと予想します。そうなるとね上位グレードのブラックトーンとかになると込み込みで550万円ぐらいが見えてきちゃうんじゃないかなと思われるんですけれども、そうなるとね新型ハリアーハイブリッドなどとの価格もバッティングしそうですよね。ただクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金とかですね、それらのね補助金が20万円程度支給されるかもしれないですし、エコカー減税とか環境性の割なども含めると30万円ぐらいの補助金になる可能性があります。そうするとガソリンモデルとかね RAV4 のハイブリッドと価格差は多少縮まるかもしれないですね。そして気になる RAV4PHEV の日本の発売日なんですけれども、日本ではですね2020年夏ということになっていますが、聞いた話によると6月1日ぐらいに発表になるんじゃないかという話ですね。そうなると新型ハリアーが2020年6月17日発売となりますので、RAV4PHEV は6月1日発表だったとしたら発売はもうちょっとね1ヶ月ぐらい後になるかもしれないんですけれども、もうねどっちにしろね買うとなると両方ねタイミングは同じぐらいになってきますよね。昨今ねコロナウイルスの関係などで伸びる可能性もあるんですけれども、これからRAV4 とかハリアーとか購入される方はどっちにしようかなって結構悩むんじゃないかなと思います。これからもねワンソクチューブではRAV4 とハリアーどっちを買うべきか問題っていうのも動画でね取り上げていきたいと思いますので、見てみたいぜっていう人はねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。